マリーナから鑑賞。ベストポジションかも。2026年7月20日、ユキヒョウの旅。熱海の海では年に10回以上花火の打ち上げがあります。神奈川や東京からであれば日帰りもできますので、気になった方はぜひ一度生で見てみてください。画面越しとは全く違う臨場感があります。山に囲まれた海から響く花火の爆音が体の奥まで届くように鳴り響きます。熱海の地形が生み出すこの独特の迫力をぜひ感じてみてください。皆さんどこから見たのかをまず知りたいと思いますので、最初に場所の説明をします。その後で花火が始まる前のビーチやデッキの様子などをお伝えします。見た場所の説明、花火大会全部の動画、花火開始前のビーチやデッキの様子、帰りの様子の順番です。概要欄のチャプターリストもご活用ください。鑑賞場所、マリーナエリアの初川の横。花火を鑑賞したのは海水浴場のあるサンビーチとは反対側のマリーナエリアです。海を正面に見た場合の初川の右側は宿泊者専用エリアなので、指定のレジャーシートを持っていないと入れません。初川の左側は早いもの順で誰でも座れます。この日の初川の左側は早いもの順で誰でも座れましたが、2026年の宿泊者専用観覧席はこの場所も含まれているため、本来は宿泊者しか入れない場所です。混雑具合により一般に開放されるのかもしれません。事前に下見をすることをお勧めします。私は18時頃に階段上の場所に座りましたが、階段の半分以上がすでに埋まっていました。右が初川です。この日、この場所の前には船の停泊がなく、視界に船のマストの高い棒がないのがポイントでした。また、三脚に一眼レフのカメラを設置している人がたくさんいたので、ベストポジションかもしれないと思い、この場所に決めました。私は宿泊者専用エリアのシートを持っていましたが、入場が19時以降だったのと、エリアの前にマストの高い棒があったので、わざわざシートを買っていましたが、無料席にしました。19時にはもうほぼ空きがない状態になりました。両端は通路なので座れません。階段になっているので、前の人の頭も気にならず、花火を楽しめるので良い場所だと思います。私は18時に来て一人なので隙間に座れましたが、他の人が何時から座っているのかは不明です。レジャーシートだけ置いてその場を離れると、レジャーシートは撤去されるらしいので、ずっと座っていないとダメです。川の反対側の宿泊者専用鑑賞エリアも入場が始まっていますが、ガラガラです。19時半、通路にも人が座っています。20時頃はもうぎゅうぎゅうです。人がいないデッキの様子を撮れなかったので、Google マップで調べてみました。2012年のものなので、周りの建物は少し違いますが、デッキの状態は今と変わりありません。車道側には屋台がたくさん出ていたので、食べ物にも困りません。私が座っていたのは上から5段目くらいだったと思います。ただ、宿泊者専用観覧席の場所として、この第2コークも書いてあるので、混雑時には
一般は入れなくなる可能性があります。事前に下見をすると良いかと思います。宿泊者専用観覧席。熱海海上花火大会では、2026年は有料席はありませんでした。宿泊者専用観覧席は、7月20日の花火大会では、星印の場所でした。当日は、19時まで中には入れません。Google マップで調べました。私が花火を鑑賞した場所と、初川を挟んで反対側ですが、作りはほとんど一緒みたいです。私が鑑賞したのは、この辺りです。この橋が、打ち上げ場所の正面かもしれません。10年前の画像ですが、通路の張り紙があるので、ちょうど花火大会の日だったようです。ところで、場所の説明を見ると、私が花火を見た場所の第二校区はいつもは有料のエリアだったようです。そして、宿泊者専用観覧席の場所の説明として、第二校区も書いてありますが、なぜ、一般席として開放されていたのかは不明です。8月になると観光客も増え混雑するので、私が見たこの第二校区の階段も、一般は入れなくなる可能性があります。ともかく、第二校区、第三校区は、花火のほぼ正面で鑑賞できると思うので、一般でも入れるかどうか、早めに場所の確認をすると良いかと思いました。よくわからない場合は、車道側の渚荘公園の端に、花火大会運営の白いテントがあるので、スタッフさんに聞いてみると良いと思います。赤い T シャツを着ているのがスタッフさんです。17時までは中に入れる配用なので、下見もできます。熱海海上花火大会。では、始まります。
其實矮多啲未必咁
第3ステージ始まりのサマーステージ、いよいよ夏本番、夕暮れから夜へと移り変わる熱海の空に色とりどりの花火が鮮やかに咲き誇ります。海風を感じながら眺める光の存在はこの季節ならではの特別なひととき、心の中で水がに打ち上がる花火とともに夏のスタートを思いっきりお楽しみください。
おしまい。ビーチやデッキの様子。午前10時のサンビーチ。本日まだ海水浴客も少ないです。花火大会を開催いたします。正午より打ち上げ場所付近は立ち入り禁止となり、午後8時5分から午後8時50分まで東海岸道の一部が交通規制となりますので、ご協力をお願いいたします。こちらは広報あたりです。場所取りの人は全くいません。ここからも花火がよく見えそうです。船のマストがちょっと邪魔になるかもしれません。花火は高く上がるから大丈夫じゃないかな。スカイデッキ。マリーゴールドが綺麗に咲いています。このベンチに座って鑑賞できると良さそうですが、前は通路になると思うので、往来する人が来で見えにくいかもしれません。糸川です。この小さな橋で見られると良さそうですが、ロープが張ってあるので、ここは通行専用になるのかもしれません。糸川の近くにはトイレもあります。午前中はこの後ランチを食べに行くので、初川の方までは見に行けませんでした。この時点ではまだ宿泊者専用観覧席の場所もまだ知らなかったのですが、糸川付近かと思っていました。14時半のビーチの様子です。屋台が出ているね。お昼ご飯を熱海銀座のパインツリーで食べて戻ってきました。暑い中、皆さん私と同じように花火の下見でしょうか。糸川の近くです。ベンチに荷物を置いている人はいますね。撤去されないのかな。ホテルのチェックインに向かいます。次に出かけるのは17時50分です。
海水浴場で泳げるのは16時までです。17時50分のサンビーチです。場所取りで待機している人がちらほらいます。水着のままの人はいません。ムーンテラスのあたりです。階段が人気だね。ちなみに花火の日のムーンテラスは17時以降入れなくなります。スカイデッキです。こちらにもちらほら場所取りの人がいます。ベンチや段差が人気だね。糸川の橋のところ、誰もいないのでここは立ち止まり禁止エリアなのかも。だいたい走ってそうなるよね。糸川の先の初川のところ、この日はこの先が宿泊者専用観覧エリアです。この車道側にある渚荘公園にはたくさんの屋台が出ています。飲食するためのテーブルもあります。私は一通り見てすぐに場所取りして座っていたのですが、催しもあったようで音楽が聞こえていました。宿泊者観覧席があるなら19時までここで食べて飲んで出し物を見ていても良さそうだね。今回は一人だったし、熱海花火大会は初めてだったので全く勝手がわからなかったのよ。この白テントが大会スタッフさんの詰め所です。ここは初川の上です。左が今回は一般席だった場所、右が宿泊者専用観覧席です。そして私は一人だったのでこの辺りの隙間に座りました。とても良い場所でした。帰りの様子。帰りはご想像の通り大混雑でした。ホテルまでちょっと距離があります。車道の向こう側に出るまでが大変でした。私は宿泊先のホテル方面に進みました。帰りに屋台で何か買いたかったのですが、全く前に進めず諦めました。渋滞の原因は信号だったようです。ジョナサンからの花火が見えたのかな。ここはサンビーチの近くです。屋台エリアは入場不可になっていました。熱海警察中央交番付近です。スクランブル交差点。ビーチ側はまだかなり混雑しています。ビーチ沿いから車道を渡ってこちら側に来ると混雑はそれほどでもありません。ただ日帰りで駅に向かうとなると道は限られるので混雑しているかもしれません。ホテルのロビーからぞろぞろと帰る人たちの行進が途切れず続いているのが見えました。屋台で何も買えなかったのでホテルの自販機でどん兵衛を買って食べました。安く泊まって花火を見る。安く泊まれて温泉に入って花火を見られる。そんなホテルや旅館が熱海にはたくさんあったのですが、今では少なくなっています。休業になっていたり、
更地になってしまった旅館もあります。今回宿泊したのは優遇閣での素泊まりと、熱海シーサイドスパリゾートの女性専用キャビンです。両方とも動画は作成中ですので、出来上がりましたらご覧いただけると嬉しいです。サムネだけ作ってあるんだね。熱海で食べたもの。最後は熱海で食べたものの映像でお別れです。チェーン店ではなく、昔から熱海にあるお店を回りました。パインツリーのフルーツパフェ。ピザトースト。カツサンド。うな重のうな重竹。サンバードのプリン。自分で作る温泉卵。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしく、チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。